こんにちは。今日は自然な日本語で話します。こんにちは。OK ジャパニーズです。いつもこのポッドキャストでは少しゆっくり、少し簡単な言葉を使って話しています。だけど今日はもう自然に話します。僕がいつもネイティブスピーカーと話している、話し方で話します。はい。なぜこのスタイルで今日はやるかというと、いつもは19、N3 ぐらいを目指して作っているんですけれども、最近ね、もう少し上級のものが聞きたいという、コメントをもらいました。だから、今回は僕一人で、上級のレベルのポッドキャストを撮ります。はい。で、ランダムなね、質問に答えていこうと思います。こちらにね、質問を用意しているので。で、これリスニングの練習にもなるので、もしレベルが高くても、止めずに聞いてみてください。わからなくても大丈夫です。もしトランスクリプトが見たい場合は僕のウェブサイトを見てください。okjapanese.com に、ボキャブラリーやクイズも入って見ることができます。それでは一つ目。最近どんなことがありましたか ?OK さん。はい。最近ね、ちょっと引っ越しをしようとしています。引っ越しの準備が忙しいんですよ。まず家を探すのが本当に大変でした。もう4ヶ月ぐらい探したかな。それでやっと見つかりました。はい。なので今引っ越しの準備をしてるんですが、物がたくさんあるんですよ。だからね、物を捨てたり売ったりあげたりしなくてはいけません。で、なぜかというと、僕の今の部屋、いつもポッドキャストを撮っている部屋です。その部屋より狭くなるんです。はい。もう今の部屋も狭いのに、これ以上狭くなってどうするんだよ、OK さん。大丈夫なのかい？そう思いますよね。僕もわかりません。だから次の部屋はね、もう本当に6畳ないと思いますよ。6畳というのはどれぐらいかな？19平米ぐらいじゃないですか。20平米ないと思います。めちゃくちゃ狭いですよ。一人なんとか暮らしていけるかなというレベルですけど。なぜそんなところに住みたいかというと、環境がめちゃくちゃいいんですね。山が近いし、海も近いし、そういう場所です。だから人気なんですよ。なので仕方ありません。狭い部屋しか空いていませんでした。はい。あともう一つのね、理由は、狭い部屋で生活できるか試したいというのがあります。ね、だんだんね、生活レベルを上げると、もう戻れなくなるって言いますよね。いい生活をしたらもう我慢ができなくなる。僕はそんないい生活ではないですが、やっぱりね、少しずつ家賃は上がっていたんですね、最近。少し前よりいい部屋に住む。そうやって何回か引っ越ししてたんですよ。だけど次は前より狭い部屋に住む。これをやることによって僕は強くなるんじゃないかなと思うんです。どんな状況でも、生きていける、そんな人間に近づきたいんですよね。最悪自分の体があれば大丈夫だ。そんな強い男に、強い人間に、強い日本人になりたい。ちょっと思いますね。それで話したかったことがあるんですよ。物を捨てる時の話なんですけど、みんなフリマアプリって使ったことありますか？フリーマーケットのアプリです。日本ではメルカリだとか
ペイペイフリマが有名です。で、僕も物をね、売るときはそこを使うんです。でね、もう一つ、あるんですよ。フリマのアプリが、ジモティというね、サイトがあります。メルカリは、安心ですね。ペイペイフリマも安心。なんか、ずっと長くもあるから、あまりやりとりで困ることはないですよ。まあ、時々変な人に会うことはありますけども、でも会社が入ってるから大丈夫。あと、直接は会わないですからね。直接会うことはないから、まあ、嫌な思いをしたりとか、直接顔を見て何か言われたということはないんです。だけど、このジモティですよ。ジモティというのは、直接出会ってというか、直接会ってやり取りをします。インターネットに物を載せて、そして、これを渡すとき、このコンビニに来てください。では、このコンビニに19日の7時半にいます。そうしてそこでやり取りをする。お金をもらって、例えば本を売るとか、そういうことができるアプリなんですね。で、僕はもう何回も使っていますけど、20回は使ったかな。だけど、2回ぐらい、ちょっと怖いなという思いをしたことがあります。1回目はですね、5年ぐらい前かな。僕が、撮影用のライトです。撮影用のライトを売ったんですよ。で、コンビニで会って渡して、ありがとうございます。で、お金ももらって、よかった。で、さよならとね、いうとこですね。その人はね、まあ25歳とかの男性だったかな。なんか最後に、すいませんって言われて、何ですか？もう選挙って行かれましたか？っていきなりね、選挙の話をしてきたんですよ。そう、その時は、東京都だったかな。東京都の選挙がありました。で、僕はもう投票していたんですけど、で、その時にいきなりその人は、もしまだ投票していなかったら、何々党に、マイケル党に、ぜひお願いしますって言って帰っていったんですよ。なかなかですよね。びっくりしました。で、そのマイケル党というのは、政党なんですけれども、宗教ととっても関わりが深い、政治の党なんですね。政党なんですね。それで有名です。この宗教の信者の人はよく、この政党に投票している。もちろんマイケル党というのは今適当に僕が名前を付けました。仮の名前ですが、仮名です。いるんだなと思いましたよ。そうやって僕は言われて、こうやって広めているんだなって、思ったということがありました。ね。で、二つ目はですね、若者だと思います。僕が、これは最近スピーカーを出しました。スピーカースタンドを出しました。それでとっても安くね、もう出したんです。僕はもうめんどくさいから、もう早めに出したいと思って。で、メッセージが来たんですよ。でね、メッセージのね、言葉が、もうぶっきらぼう。適当。ちょっと怖いんですよ。フリマアプリではね、メールで人柄を判断します。顔が見えないから、この人本当に大丈夫かなとか、この人本当に取りに来るかなとか、
をね、メールで考えるんです。で、やっぱり丁寧な人はとても丁寧なメールを送ってくれますね。例えば、こんにちは。こちらの商品を拝見しました。まだ、ございますかとか、まだお取引はできますか？私は、近くに住んでおりまして、すぐに取りに行くことができます。金曜日の夜などいかがでしょうか？ね、そういう、人がね、丁寧、めちゃくちゃ丁寧ですけど、なんですが、いろんな人がいます。で、いきなり来てね、ありますか？安くしてください。2000円にしてください。そしたら買います。ね、そういう人もいます。そういう人には僕は売りません。怖いですからね、ちょっとね、会うのが。だけど僕はその時、早く売りたかった。急いでいました。その彼のメールが来て、今日行けますか？今日の夜10時行けるんですけど。ってね、メールが来て、いや今日は無理です。もう夜も遅いし、さすがにダメです。で、明日の9時だったら大丈夫ですと送ったら、わかりました。って来てね。そして僕は夜9時ね、家に帰ってきて待ってました。でも全然メールが来ないんですよ。遅いなって思いながら、でも全然来ない。いや、これはブッチだ。こいつドタキャンだ。そう思いましたよ。もうこの人は来ないだろうな。いっか。でもね、そしたら少しして10時に着きますって来たんですね。大体の人はすいません、ちょっと遅れてます。10時頃になります。ね、そういう風にメール送りますね。だけど、もう10時になります。もう決定事項です。これは変えられません。俺はスピーカースタンド取りに行く。これは変わらない事実だ。お前はそれを受け入れろ。OK。そういうメッセージでしょうか。で、僕はもうちょっとね、やだなと思いながら。でも、スピーカーを売るしかないし、売りたいしと思ってね。そしたらメールが来て、次はしたって来てね。で、外に僕はスピーカースタンドを持って出て行ったら、もうね、車で来たんですね、その人。車を止めて。若いね、お兄ちゃん。まだ20歳ぐらいかな。やっぱりちょっとね、やんちゃっぽい服装で、もう、みたいな感じ。僕がなんか出てて、ジモティーノですかって言ったら、みたいな。怖いよ。お母さん助けて。お母さん怖いよ、この人。このジモティーの人。めちゃくちゃ怖い人。なんだこの人。このスピーカースタンドにスピーカーを置くのかな？何聞くんだろう。このスピーカースタンドに音楽聞くのかなとか思ってね。で、僕ももうちょっと怖いからもうさっさと渡して、はい、つって。僕もはいしか言いません。もう怖いから、はい。で、もうどうもって言って渡しましたっていう話です。いやー、なんかその人ね、イケメンだったんですよ。イケメンね。最近見たね、映画の主人公に似てたんですよね。その主人公はボクサーなんですよ。ボクサー。シュシュシュ。パンチしてくる人がボクサーっていう説明ちょっとあれですけど、なんかその彼にめちゃくちゃ似てたな。すごいダボダボの服着てさ、ジャージみたいなの着て、シャリシャリしたジャージ着て、シュ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 ってね、今にもね、ジャブを打ってきそうな主人公に似てました。はい。ねえ。まあ、そんなね、思い出のあるフリマアプリです。はい。売れましたよ。3000円で売れました。スピーカースタンド。1万5000円で買った
まあいいよね。1万5,000円で買って3,000円で売れれば悪くない。はい。じゃあ次はもう少しライトなトピックにしましょうか。OK さんはコーヒー派、お茶派、どう飲む？これはライトですね。僕はね、両方好きです。でも最近はお茶派かな。最近はお茶が多いですよ。コーヒー昔大好きだったんですけど、カフェインをあまり取らないようにしています。ディカフェですね。はい。ディカフェというアイディアが苦手な人もいるかもしれません。コーヒーぐらい飲めよ。そういう人もいるかもしれませんね。はい。で、最近僕は、お茶でね、モロッコのお茶飲んだんですよ。それがね、本当に美味しかったんです。僕の家の近くにね、モロッコ料理屋さんができたんですよ。で、そこに行ったらさ、モロッコ人の人と、ね、日本人の女性の面白い人が、お店やってるんですよ。で、ご飯も美味しいし、その後に出てくるハーブティー。これが美味しいですね。インスタグラムのストーリーにはちょっと上げたんですけど、コップを離してね、高いところからハーブティーを注ぐんですね。それがね、なんかきっと空気が入って香りが立つんでしょうね。で、いろんなハーブが入ってるんです。カモミールとかセージとか、もう10個ぐらい入ってて、もう口に入れた瞬間香りがふんと鼻に抜けて、美味しい、これ美味しいと思いました。で、そのモロッコの人も日本語勉強してるんですよ。はい。ラクダさんって言うんですけど、今 JLPT の勉強してて、おすすめの漢字の本とかね、探していると言ってました。皆さんは漢字勉強するときどんな本を使ってますか？どれが良かったですか？ぜひちょっと教えてくださいね。はい。じゃあ次の質問いきましょう。子供の頃から今でも好きなものは、これはティラミスです。食べ物だったらティラミス。これね、僕が6歳ぐらいの時かな。その時ね、僕はお母さんと一緒に喫茶店によく行っていました。近くの喫茶店に。で、そこのね、喫茶店にあるティラミスが本当に美味しかったんですよ。なんて言うんですか、スポンジのような、ちょっと濡れてますよね。なんか濡れてますよね。水分が多くって、少しお酒のような匂いで、じゅわーっとする感じ。そしてクリームが甘くって、その上にあるココアパウダーが、これまたね、少し苦味を足して、甘さと苦味とのコンビネーション。さらにじゅわっとする水分と、クリームのふわっとした滑らかさ。このコンビネーションはもう最強。最強だ。だからずっと好きです。最近は甘いものは食べないようにしていますけども、何を食べると言われた時に、もしティラミスがあったら食べちゃいますね。はい。ね、昔はコストコのでっかいティラミスありましたよね。もう超大きな。10人、20人で食べるような大きいティラミス。あれも食べたことがありますよ。大学生の時にさ、みんなでパーティーしようぜって言ってね、あれを買ってきて、ダダン、どうだこのティラミスのでかさは。ね、みんなで楽しく食べた、そんな思い出が、ございます。はい。じゃあ次の質問ですが、言語は考え方に影響すると思います？日本語と英語で自分が変わる感じあります？あります。めちゃくちゃありますよ。
僕は英語をずっと勉強しています。で、どれぐらいかな。上級かな、多分。上級ぐらいだと思いますよ。聞くことは、大体のものは聞けますね。ナチュラルスピードの会話も、95% はわかるかな。でも、ペラペラではありません。そして、話すときは、全然ですね、13歳ぐらいの感じになっちゃいます。難しいですよ。だから、英語でね、ミーティングをするとか、っていう時も、やっぱりすごく言いたいことがうまく出なくて、なんか変な言い方しちゃったなとか、毎回思います。だけど、日本語の時とは、やっぱり考えがちょっと変わると思いますね。日本語だと、落ち着いて話すことができます。静かで、ゆっくり話しますね、僕は。普段のネイティブとの会話でも、あんまり早くは喋らないです。だけど、英語だと、ちょっと緊張とかもあるし、ちょっと高い声になって、で、言葉も少し簡単な言葉を使って話すことになりますね。そして外国語なのでストレートに話しますよ。英語の場合はね。まず結論を話して、結果を話して、で、理由を話して、で、例を挙げて、なんていうね。ちょっとそういう話し方になるんじゃないかな。日本語だと、もう主語もね、わからないような話し方だし、どんどん遠回りをして、ようやく言いたいことを言ったような感じになる。そういった話し方が多いと思います。特にね、僕はついつい考えながら話してしまうので、聞いている方は、この人何を言ってるんだろう。よくわからない。そう思われることもあります。だからね、僕も話し方のちょっとトレーニングをね、しているんですよ。自分でですけどね。一人でですけど、ちょっとだけ練習をしています。僕のね、時々分かりにくい話し方は考えながら話すんです。だから、そう思って、そうなって、だけど、なんだよね。そういう風に喋るんです。もう今何も言ってないのと同じですよね。いろんな言葉を喋ってるけど、結局、中身のあることを言っていない。そういうことが多いですから、これからは、今最近練習しているのは、まず文章を一つ作って話し始める。一つの完全な文章を頭の中で組み立ててから言葉にする。そうすれば迷うことはありませんね。その代わり長いポーズが生まれます。こういう長いポーズはポッドキャストにはいいかもしれませんね。もしかしてこの話し方の方が分かりやすいですか？分かりやすいかもしれませんね。はい。ということで、ちょっとね、皆さんも日本語を勉強していると思います。僕も話し方を勉強しています。どんどんね、一緒に成長していきましょう。いつもありがとうございます。それでは。